Hi guys, this is ガイチ。どうも、ガイチです。飲む前にね、なんでこんなにはっきり喋ろうかと思っているかと言いますと、やっとね、性能のいい AI 翻訳ソフトを手に入れまして、おかげさまで、これで世界中のみんな、字幕が読めるので、この酔っ払いの親父が何を喋っているのかがやっとわかるようになります。とりあえず、チェーズね、こうやって俺がダラダラ喋ると、俺が手直ししなきゃいけないんだけれども、いやね、役者として良くないなと思ったね。こんなに思ったねとか言ってっから罰が当たってんのかな。はっきり喋らないとね、雰囲気じゃ物事は伝わりません。あんなことはね、置いといて、まあなんてのはもう分かんないからね。で、何が言いたいかというと、みんなね、そうやって内容が分かるようになったんで、最後まで見るようによろしく。これもしくよろっていうとね、みんな困っちゃうよね、翻訳がね。ふと思えば、前回までで177本皆様のおかげでアップしておりました。ありがとうございます。YouTube じゃないから、YouTuber じゃないからパチパチパチとかね、この辺から入ってこないけど。ということで今日は178回目、8本目。ガイチが語るガイチでピンクの話に戻りましょう。君は知っているか？シネキャビンを。アンテナそうに言っちゃいけないんだけどね。そうピンク映画といえばこの前も言ったけどアフレコ、正式にはアフターレコーディングでいいのかな。それがね、基本っていうかフィルムの時代はそれしかありませんでした。で四谷で、四谷の某サンミュージックの下あたりに今はないのか、シネキャビンというねアフレコのスタジオがありまして、ここは前にも言ったように俺が通い始めた頃は、もちろんねその録音ブースがあって、隣にね結構大きななんだと物置ちっちゃいですね、そのね宴会が開けるような場所があり、だんだんその時代とともにね縮小していって、最後先一昨年雪が降ってたなあの時は。これからこれから話をするね大恩人の中村さんっていう、そのねアフレコ技師って言ったら失礼だね、音響全般やられてる方と、あと池さんね、ミスターピンクね、池島豊監督が夜飲んでるってSNS に載ってて、もうシネキャビンもう潰しちゃうからこの場所を一旦今飲んでんだよ。行きましたよ。雨じゃ雪の中飲まされてね。いやでも楽しかったな。最後のその取り壊しの時はねお手伝いできなくてちょっとすいませんでしたが、いやね、あそこで池さんと中村さんとベロベロに酔っ払ったのが最後のシネキャビンの思い出だな。そう、役者的に言うと前言ったね関監督のあれで初めてアフレコっていうのをやってみたんですが、その前にアテレコっていうのはやったことあったんだ。ちょっとつてつてで当時のねアメリカのゴア大統領候補の演説をアテレコでなんと無謀にもやったことがあって、それは別にリップシンクっていうんだけど、口とねセリフを合わせなくても、だって俺日本語言ってんだから向こうは英語だからね、やったことがあって、その時はね全然のんぽりだったからいいか。それでリップシンクって今言いましたけど、そんなことは分かんないよね。要は自分がやってる芝居を見て後から声を入れるんですよ。なぜかというと、ピンクというのはね前も言いましたが、限られた時間で限られた予算で、正確に言うと限られた低予算で
作品をね撮らなければいけないのではっきり喋ってて面白くないね、自分で言ってて、撮らなきゃなんないんで、要はこうフィルムハウジングっていうらしいんだけど、こうね高いフィルムのカメラがこうでっかい要は消音器ですよ。フィルムってのは中で機械的に回ってるからね、その音がこう消えるように、だってほらね喋ってる声とかぶっちゃうから、いくら音声さんがこうね竿を振ってマイクねいいとこに持っていってもこう重いこうねあるでかいのがある、そういうのはイコール高い。ピンクはねこうニュース映像担いでってバーッと撮る、それでも3号だからね、もうみんなわかるよね、今までね見てたからね。3号ね、あえて言わないよ、16ミリじゃなくて3号だから、それでもニュース映像なんかさ担いでってこうバーッと撮るから、音はね別にいいんだ後から撮ればみたいなのでやるから、何が言いたいかというと、一回ねそう桃李君とね荒川のところでなんかセリフがいいのがあったんだよ。彼が川面がカメラ奥にあって、その手前に彼が川を向いて座ってて、俺が斜め後ろから桃李がね何か言った時に俺が言うってのがあって、で「よいスタートガーッ!」ってそれはさ川の音とさ、彼はあの時なんかこう心入ってたからボソボソって言って、いや口元も見えないしさ「ガチありがとうな、アクションブロー!」とか言われていつ言っていいのかとかね、そういう状況なんですよ。そういうので鍛えられて、いや適当にやってないよ、だけどね女優さんで声が小さい方とかいらっしゃっても、台本知ってるからね、それじゃいけないんだけど、そういうね、心をねその人からこう感じ取ってこちらからセリフをぶつけるという現場に遭遇するわけですわ。それで全部撮って、でそのアフレコの日っていうのが大体1日朝から晩まで中村さんねやるわけで、パンチインするからって「はあ?」って要はこうタイミングがあるじゃないですか。すぐ流してね、そこでマイクの前でこうやって「私は」とか言うの難しいから、最初こうねカラーのフィルムパーッと流して32スタート32パパパパチッとこうパンチが入るのね。それ入ってその後で映像が流れるからねっていうんであって、でずり上げとかね、ずり下げって言わなかったらねセリフや音が絵にかぶって先行してね、絵より先行してなるとか、いろいろそういうのがあるわけですよ。皆さんどうぞお調べになってください。で何が言いたいかというと、そこで関監督のやつを初めてねやったわけですよ。そこからねなんかダメだね、なんかかっこつけ声が高いのが嫌なんでね、その時はなんか役柄もあったんだけど声低く言って「その時は中村さんよく怒んなかったよな、生まれて初めて言ってよろしくお願いしますが一と言います」と言って「おそか」っつって事務所のその時の社長様がさ、おかしいね若手のやつだともう若手じゃないや、次回言うんですけどね、後の脚本家今先生になられた方なんかも連れて行って見学させたからね、あの狭いとこで失礼な、もうその後私は何十回となく行く場所なんですがね、それは置いといて長いかやばいね、写真もないのにただ、ちょっと飲みますわ。でそれでね、でって言うともう AI カッとなっちゃうからね、それでなんだっけ忘れちゃった。そうだ、カメラの前でね言うわけですよ。でももちろんねその32なんとかとか、あとじゃあここをちょっと監督がその時見ながらね、ラッシュも見てるんだけど、ちょっとそこでじゃあここちょっともうちょい詰めようかとか、間をね、そうするとそこですごいのがピンクの助監督ですよ。ムビオラっていうのがあって、要はこうなんだろうな、皆さんで言えば皆さんも分かんないか、もうあれ8トラックっていうんだっけ分かんない、なんかこうオープンリードのね昔こうテープレコーダーがあったんですよ、こうぐるっと回る。それをこうオープンリードはこうだけどこう横にしたような感じで、要はフィルムを巻きながらこうレンズでパーッと見て、でこことここっつってハサミを入れて糊で専用のねこうシールで貼ってパチッてやる。助監督は全員それができたからね、
すごいよね。フィルム触ることに一つのなんだろうな、やっぱり熱いものが感じたんだろうね。参考だしね。もうだってロードショーと同じフィルムだから、それでパチパチってやって、もちろんみんな助監督がやるんでパーッとここですね、何コマ切りますね、1秒間は24コマだからパパパッとでパッツンチュー、すごいもんだよ。で中村さんがねいろんな音響をつけてくれるわけですよ。あんまりエロい話を期待されても困るんですが、一つだけ言うと、男女の営みがね、あるルールで10分か15分につき1回なきゃいけないとか、そういうねその映画会社によってあります。そういう時にねやっぱり雰囲気を出さなきゃいけないじゃないですか。現場の雰囲気取ってないから、かえってそれがね生々しくてよかったりするのよ。それで例えば腰を打ちつける音っていうのはうちらできないから、うちらはあはあはあとね見ながらずれないようにはあはあマイクの前でですよ。もちろん来てますよ。でね音かぶっちゃうからちょいと離れながら人数出てる分だけは大体2人ですけどね、覗きとかいない限りは男性と女性がいてはっはっはって。でチューする音なんかは指しゃぶったりして音を出す人がいるんですけど、最初から俺はそれ横見てなんか嫌だったんで、俺はもう口でやってうまかった。最後まで口だけでチュバッチュバッチュバッと、今ここじゃやりませんけどやって OK をもらいましたからね。そうそう。で要は難しいね。別に照れてるわけじゃない。肉体と肉体が触れ合う音が必要なわけですよ。中村さんはご自分で作ってどこに取ってきたりとか、ご自分で考えて作った音もライブラリでドカーッとありますからね。ガチッって「何ですか?」っつって「この音は何だか分かるか?」とか言ってシャンシャンプシャプシャプシャって、おお絵に合いますね。でこれはなこんにゃくだよとか言うんです。こんにゃく水にやしてそういうのは永遠とあるわけよ。その時に仮に入れてね雰囲気を出してもらったりする時もあるけれども、後でねまたマスタリング段階で入れていくんだけど、すごい人で。で何が言いたいかというと、シネキャビンの中村さんに関監督の終わって、もうその後ピンクの話なんかないわけですよ。でそのプロダクションにいても最後はね新国立劇場のタウンホイザーっていうオペラにね3時間のオペラに上演として、もちろん歌わないよ、こうやってね旗本立ったりね前も言ったっけ傷ついた兵士を抱えて降りてきたりして、それが最後だったんだけど、その後ポカンと開いちゃって「やめよう」と「やめます」って言って、頼るところはもう中村さんしかないから「中村さん俺ピンク映画で学びたいんです」って言ったら一言だよ「よし分かったかいち俺が紹介してやる」。すごいな、あの人は土佐の人だから、ね、酒飲むとね「土佐の男だ!」っていうのがねいや本当にもうね元気な人でね、お酒も強いし、何しろ土佐の一本釣りだって言うんだよね。カツオだと思うんだけど、一本釣りと男は分からないんだけどそれでどうしようかなと思って、俺ねなんていうの画用紙じゃなくて方眼紙じゃなくてでかいね羅写紙買ってきて、そこに写真貼って自分で売り込みの文句書いて、このぐらいやったかな、 A42 枚ぐらいかな。それで「中村さんこんなの書いてきました」って言ったら「おおこっちやるじゃないか」っつって。入れ替わり立ち替わり、当時はピンク本数あったんでね、いろんな監督がそこに来てアフレコやるわけですよ。一番見えるところに「外地」って書いて貼ってくれたからね。で中村さんが「何?」と、もう中村さんもうね上からもうみんな監督ね中村さん慕ってるような人ばっかりだから「今度この外地ってのいいんだい、何かあったら使ってくれよ」みんな言っていただいてね、監督たちが「ほう」とか言っていただいて、で俺も行かれる限りそこ行ってね、それで映画に出るということで、本当の俺の中では、関監督には悪いんだけど、本当の意味で1本目となったのは今度集合写真もありますので次回ね、その監督のやつにこの間ハーレー乗りで出た映画が、もうすぐ公開されますので、その情報も含めてそれは次回。いかん最後の方はロレってまた翻訳字幕を起こすの大変かなってな感じで、この「てな感じで」っていうのは
ね、英語で何て訳すかね、難しいんだよね。まあそういった感じで。はい、外地でした。サブスクライブ、プリーズ。登録お願いしますね。トントントンと増えていくと嬉しいですね。グッドボタン、プッシュ、プリーズ。これもね、発音が悪いと、すごい日本語になって出てきますからね。あ、コメント、ありがとうございますね。新しい方ね。ね、いろんなご意見聞かせてください。私の糧とさせていただきますので。ってな感じで、外地でした。それでは、チューズ。また次回見てね。おー。